第一次世界大戦が終わると、世界は戦争から立ち直るため新しい国際秩序を作り始めます。こうしてフランスのパリで開かれたのがパリ講和会議です。この会議で様々な国によってこれからの世界をどうしていくかということが話し合われていったのですが、敗戦国のドイツと社会主義革命が起こったソビエト政権はこの会議に参加できていません。この2つの国では新しい国づくりが始まっており、全国各地で労働者や農民、兵士たちが評議会というものを成立させていました。この評議会のことをロシア語でソビエト、ドイツ語ではレーテと言います。この2つの国にはそれぞれ2つの道がありました。1つ目は選挙によって選ばれた代表者たちが議会による政治を行う道。2つ目は労働者や農民、兵士たちによって組織されたソビエトやレーテによる政治を行う道です。ロシアではレーニンのような社会主義者たちが議会による政治を否定してソビエトによる政治を行う道へと進んでいきましたが、ドイツでは反対に議会による政治を行う道へと進んでいきます。そうなるとドイツに必要なのはまず選挙を行って議員を決めて議会を成立させることです。こうしてドイツでは共和国初の選挙が実施されました。その選挙がこちらです。この頃のドイツで議会による政治を行おうと主張していた一番大きな勢力は社会民主党。しかし彼らは単独で過半数を得ることはできていません。もしも同じ社会主義政党の独立社会民主党と組んだとしても過半数を確保することはできない量でした。しかし議会を主導するためには絶対に過半数が必要です。そこで社会民主党は中央党、民主党に声をかけて彼らと連立政権を作り上げます。この社会民主党、中央党、民主党の党の連合をバイマル連合と呼びます。議員が決まったことで議会の準備が出来上がった。そうなると次にすべきことは国の決まりである憲法の制定です。しかしドイツの首都ベルリンでは議会制に反対する人々が武力によって革命を起こそうとしていたため、憲法を作るどころではありません。ということでベルリンから離れたバイマールで議会を開き、そこで憲法を作っていくことになります。こうして出来上がった憲法をバイマル憲法と呼びます。バイマール憲法はその頃の世界で最も民主的な憲法で、20歳以上の男女に選挙権が与えられていたり、労働者の団結権が定められていたりしました。こうしてドイツは議会制民主主義への第一歩を踏み出してバイマール共和国の時代が始まっていきました。このようにドイツが新しいスタートを切ろうとしている間にも、その他の国々はパリ講和会議で第一次世界大戦の戦後処理を行っていました。この会議で最も強硬な意見を述べていたのはフランスで、我々は勝利したが大きな犠牲を払った。ドイツを徹底的に破壊したい。二度とフランスに歯向かわないようにしたい。そう考えていました。こうしてフランスの強硬姿勢も影響して最終的にドイツに示された講和条件は全てが過酷と言える内容で受け入れがたいものばかりとなります。土地問題、軍備の制限、賠償金の3つに分けてその内容を見ていきましょう。まずは土地問題についてです。こちらが第一次世界大戦の頃のドイツの地図ですが、ドイツはたくさんの国にその土地を賠償として奪われていきます。まずフランスはかつてドイツに奪われたアルザス・ロレーヌ地方を返還させました。そして西部の炭鉱地帯であるザール地方は発足したばかりの国際連盟に15年間管理された後、住民投票でどの国の帰属となるかを決めることになり、ベルギーやデンマーク、チェコスロバキアやリトアニアにも少し領土が譲られて、ドイツから独立したポーランドには海への出口を作る形で領土を割譲したため、ドイツには大きな飛び地ができてしまいました。それだけではありません。ライン川の左岸は15年間連合国に占領されることになっただけでなく、ドイツが海外に持っていた植民地は全て放棄させられたのです。次に軍備の制限についてです。ベルサイユ条約によってドイツでは徴兵制が禁止された上に兵力にも制限がかかります。陸軍は10万人以下、海軍は1万5000人以下と上限を決められ、潜水艦の保有と空軍は禁止されました。最後に賠償金についてです。ドイツに課せられた賠償金はこのタイミングでは決まっていませんでしたが、後に1320億マルクという想像をはるかに超える数字となりました。
当時のお金の価値を現代のお金の価値に置き換えることはできませんが、分かりやすさを重視して無理やり置き換えてみると、現在の日本円にして約200兆円に相当する金額です。払えるわけがない額でした。そのような講和条件の過酷さに、ドイツでは条約調印反対の声が上がりました。しかしドイツが連合国に対して内容について交渉することは禁止されており、連合国はもしもこの条件を飲まないなら戦争を続けるとドイツを脅していました。当然、ドイツで新しく成立した新政府には戦争を続ける能力はありません。条約を結ぶ以外の選択肢はなかったのです。こうしてパリ郊外にあるベルサイユ宮殿、その鏡の間で講和条約が結ばれます。このベルサイユ条約によって第一次世界大戦は終わりを告げましたが、この条約はドイツにとって屈辱以外の何者でもなく、ドイツ人は大いに不満を溜め込みました。こうして講和条約が結ばれた直後からドイツ国内ではベルサイユ条約の破棄を叫ぶ勢力が台頭し、ドイツの社会は不安定な状況に追い込まれていくのです。